アルプスの北側、甲斐駒ヶ岳の中腹に神社滝はあります。小白川渓谷駐車場から歩き始め、駒ヶ岳神社の脇の吊り橋を渡り、渓谷沿いのコースを進みます。千ヶ淵、三の滝、旭滝、百合ヶ淵を経由し、竜神平へ。ここで神社滝を展望します。帰路は尾根コースを取って甲斐駒ヶ岳から黒塔尾根を下ってくる登山道と合流し、駐車場へ戻ります。駒ヶ岳神社の鳥居の前のこの大岩の上の石碑、開山入力大聖不動明王と書かれています。もしかしたら読み方がちょっと違うかもしれません。不動明王は仏教での信仰対象の一つなので、神仏混交ですね。江戸時代末期において甲斐駒ヶ岳を開山された方がこう名付けられ、駒ヶ岳中腹の不動岩に祀られているそうです。詳細にご興味のある方は説明欄に書きましたのでご覧ください。駒ヶ岳神社は実はすぐ近くの横手にもう一箇所あります。区別するためにこちらを筑宇駒ヶ岳神社と呼ばれていますが、歴史はこちらの方が浅いようです。神社脇の吊り橋が登山口です。ここにはキャンプ場があり、ファミリー層がたくさん来ています。コスプレして動画撮影されている方もいらっしゃいますね。甲斐駒ヶ岳周辺はこの小白川渓谷も含めて花崗岩でできています。花崗岩は白っぽい美しい岩石なので、この小白川渓谷のような美しい景観を作り出します。千ヶ淵までは河原に立派な遊歩道が整備されており、観光客の領域です。ここから先は登山装備が必須です。小さなお子様連れは決して安易な気持ちで入り込まないようにしましょう。本格的な登山道に入ると、このように右岸の中腹につけられた登山道を進むことが多くなります。場所によっては手すりがなく、滑落に気をつけながら進まないといけない場所や、このように細い尾根状の道があったりしますので、十分気をつけて進んでください。このような道が続きますので、この渓谷コースの竜神平までの区間については一方通行となっております。気を使いながら進みますので体力を消耗しますよね。こんにちは。お先に失礼します。岩タバコの大群落がありました。この植物、北向きの湿った斜面が大好きです。夏季は終わっていますが、6月頃に濃い紫色の花をつけます。この頃は壮観だったでしょうね。この植物は人里近くでもよく見かけるのですが、結構手に届くところに生えているものは掘り取られてしまうんですよね。その結果、崖の上部の岩タバコの生えているところと、その下の生えてないところにきれいに境界線ができているのを見かけることが多いです。崖上から流れ落ちてくる清水に花崗岩が削られて砂状になっていますね。南アルプスの中でもこの甲斐駒ヶ岳から鳳凰三山のあたりにかけては花崗岩が露出しています。花崗岩は寒暖差の影響により伸び縮みする過程でもろく崩れやすくなる性質を持っています。そのため岩に亀裂ができて面白い形が出来上がったり、水流で削られて深い谷を作ったりします。そのおかげでこの小白川渓谷のような美しい景観を作り出すことができます。三の滝に到着しました。
ここは滝を真正面に捉えることができる場所がありますので、ロケーションとしては結構いいところです。緩い傾斜の花崗岩の広い河原が広がっているので、ここで休憩を取ったり弁当を広げたりするのにちょうどいい場所ですね。川の水の色が木の緑と比べてもあまり変わりがないほどですね。この小白川、無名の滝も結構数多く存在しています。旭岳に到着です。滝を見たかったのですが、この大岩に邪魔をされて滝を見ることができません。後から調べて分かったのですが、この大岩を乗り越えると滝が見れるようになっているようです。あるいはこの流れの中に足を突っ込んで 4,5 歩進めばおそらく滝が見えたのではないかとは思うんですが、諦めました。この辺りから登山道の傾斜が増して、断続的に鎖や階段が出現するようになります。慎重に歩を進めていきましょう。急坂と滑落しないように気を使うような細い道を登ってきたところが百合ヶ淵です。案内板の向こう側にあった大きな岩はグドバ岩という説明がありました。動画からは分かりにくいのですが、かなり上から見下ろす形になりますので高度感がありました。この場所には修験道の行者にまつわる伝説がありますので、説明欄に記載しておきます。この花崗岩の岩肌に絡みついた無数の根っこ、ツガの木の根っこだと思われます。このような根っこは濡れている場合、登山者にとってはかなり厄介な存在ですよね。不用意に足を乗せると一瞬で転倒させられるやつです。これまでに無数の登山靴によってせっせせっせと磨き抜かれている感じがわかりますよね。この緑色のロープは冬に転倒した時の保険のつもりで握りながら進んだ方がいいと思います。この花なのですが、かなり調べたのですが種名がよく分かりません。どなたかお分かりの方がいらっしゃったらコメント欄で教えていただけると非常に助かります。
良い感じの尾根道ですよね。滝もいいけど、このような原生林の中の尾根道もグッドです。苔むした感じもいいですね。むむ思わぬ難関が。腹が引っかからなければいいのだけど。事なきを得ました。竜神平に到着しました。こちらは昭和32年に起こった遭難の慰霊碑です。かつては滝壺近くまで道がついていたようですが、今は崩落し閉鎖されているため、今はこの場所から遠目に眺めるしかありません。今この撮っている岩なのですが、とても幅が狭く、せいぜい幅が5、60センチぐらいしかない場所です。干爆台と言えるようなところなのですが、そこに渡るにも心もとない木の橋がちょっとかかっているだけで、人同士がすれ違うのも難しいような場所なので、ここも十分注意が必要です。この岩の滝側もスパッと切れ落ちています。この神社滝ですが、ご覧の通り三段の滝になっています。その三段それぞれにエメラルドブルーのきれいな水をたたえた円形の滝壺が備わっています。一番下段の滝は残念ながら滝壺がここからは確認できません。この小白川渓谷のこの先には不動滝というもう一つ有名な滝があります。ここが分岐点で、この右側を進むと不動滝に到達します。左側は尾根コースに入ります。この尾根コースの途中、登山道が一部崩落したところがありました。土石流の後のようでしたが、足場はありますので、しっかり見極めながら通過すれば問題ありません。黒塔尾根との合流点には立ち入り禁止の看板がありました。ちょっとドキッとしますが、これは今回の周回コースが一方通行であるためなのでご安心ください。今回訪れた神社滝はエメラルドブルーのきれいな円形の滝壺を備えた自然の造形美を堪能できる滝でした。登山道は狭く険しい部分もあるので多少覚悟は必要ですが、比較的短時間で深山幽谷の雰囲気が楽しめます。首都圏からならマイカーで楽勝で日帰り可能です。
ぜひ一度訪れてみてください。